はい、地球玉系南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。今日はですね、とっくん、個人的にも今日はとてもいい日でしてね、僕の大好きなスマホアプリゲームの白猫プロジェクトのですね、6周年の生配信中の裏が今これなんですよね。我慢してください。はい、後でアーカイブで確認して一人でこうおめでとうっつってね、やりたいと思います。はい。まあ、ものすごい話脱線してますけどね。というわけでですね、今回このアングルでお分かりのようにブースが工作室3つご用意あるんですね。こちらからエアテックスのレッドサイクロン。レッドサイクロンってめっちゃかっこよくない？もうだいぶ黒くはなってきますで、タミヤのツインファンのブースと、あとは互換ブースですね。で、まあ最近本当模型を始められましたっていう方とか復帰しましたっていう方でブースの問い合わせも結構増えてきますので、まあこの機会にね紹介をできたらと思っておりますので、ぜひ、お付き合いください。今回は、塗装ブース編ということでお願いします。でですね、まず最初に数値から比較していきたいと思うんですけども、まず互換ブースなんですけど、これつまみがあってエアブラシとスプレーでこれぐらいのダイヤルでいいですよっていうふうにメモリが表示してくれてるんですね。エアブラシはこれぐらいで十分ですよ、スプレーはこれぐらいでやった方がいいですよっていうふうに調整してくれる。つまみはじゃあエアブラシに設定してみて、まあ、真ん中ぐらいですね。こんな感じ。結構な距離からもうすごい吸われてる感がね、近づくともうティッシュ巻き込もうとするぐらい、これがやっぱり互換ブースの最大の魅力ですよ。まだ半分の力も出してないですからね。 100% 見てみる。だからもうこの入り口あたりでもう180度無感とするばかりの水力ですからね。でこれを奥の方に近づけるとですね、これはちょっと危ない。掃除機これは赤っていう感じ。わかる？伝わった？ありがとうございます。じゃあ次行こうか。続きましてタミヤさんのペインティングブース2なんですけど、タミヤさんってシングルファンとツインファンで出してるんですけど、まあ、お店にあるのはツインファンです。でこれが一個一個スイッチをオンにできるんですね。互換ブースとエアテックスとタミヤで比べた時はタミヤさんが一番吸う力が弱いのかなって思うんですけど、別にだからといって缶スプレーの吸いが悪いとかそういった感覚っていうのは全然ないので、普通に使ってもらう分にはもうこの辺りからほら結構ちゃんと吸ってはいるんで、入り口付近とかだとティッシュの動きはこんなもんなんで、できればこうファンに近い方がいいかなと思いますね。その塗装する場所はこの辺りがベストのポジションかなと。別にさっきも言いましたけど、吸う力が弱いからといって缶スプレーがダメだとか、今まで自分で使ってみて悪かったっていう感覚は全然ないので、まあ、この距離だけ気にしてもらったらいいかなと思います。続きましてエアテックスのレッドサイクロン、まあ、スイッチつけるとこんな感じです。うちの工作スペースでいうところのちょうど真ん中に当たるぐらいの吸う力だと思いますね。僕は互換ブースに出会うまではこれが一番吸うと思ってたのでほら結構やっぱしっかりと吸ってくれる。これもタミヤさんのブースと一緒なんですけど、入り口付近よりはちょっと真ん中より気持ち半側にこの辺りで塗装するとミストを吸ってくれる距離感になります。その弱さ順でいくとタミヤさん、エアテックスのレッドサイクルで、最後に互換ブースが調整できるので、これが一番強いかなと思います。続きまして音なんですけども、互換ブースからいくと、もちろんこれ調整できますので、音もその回せば回すほどそれに比例して大きくなっていきます。これ互換ブースはだから一番マックスにするとこんな感じになるので、時折接客中に会話困難な時もあるぐらいかなり音は大きくなるんです。ちょっと大きいよね。まあでも調整できるんでね、自分の家庭に合った音っていうのも変な話だけどね、特にね。タミヤのペインティングブースの音についてですけども、やっぱり音と吸う力は本当比例してるなと思ってるので、すごい静かですよ。これにクレオスさんの L5 とか組み合わせたらもうマジで静かなんで、ついでにクレオスさんの L5 もあるので、L5 の方がちょっと大きいぐらいなんだろうね。だから全然ブースの静かさがこれで伝わるかなと。ちっちゃいパーツを特に吹く方はやっぱり静かな方が良かったりすると思うんで、この点ではやっぱタミヤさんいいところですよね。続きましてエアテックスのレッドサイクロンですけども、ややファンの音はやっぱ大きいですけど、何か支障をきたすほどうるさくはないんだけどね。
まあタミヤさんと比べるとやっぱ若干大きいかなっていう感じですね。はい、こんな感じですかね。続いてメンテナンスについてもちょっとご紹介できたらと思うんですけど、互換ブースはタミヤさんとエアテックスさんと大きく違うのがフィルターが中にないんですね。どうやってるかっていうと、プラスチック段ボールが2枚奥と手前にあって、でファンになかなかその顔料がいかないような構造になってるみたいなんです。なんで1年に1回ぐらいしか掃除したことないよってメーカーさんが言っててですね、アルミのテープがついてるんで、ここを外してもらって、でなんかファンについてる塗料を塗料というか粉末ね、なんか粉みたいになってるんで、それを歯ブラシでちょっとススッと払いのけるぐらいでいいですよって言ってたんで、メンテナンスを年一でいいっていうのはすごい魅力ですよね。すごくそこはいいかなと思います。あとは外枠はプラスチック段ボールできてるので、ホームセンターで例えばここの汚れがひどくなった時はプラスチック段ボール買ってもらって、でそれでカットして自分で張り替えしてもらったらいいので、そういった意味では、ある意味全分解できる。お手元に届いた時もう全部バラバラな状態で来るので、そういった意味では組み立てを1回やってるわけですから、メンテナンスはいろいろしやすいのかなと思いますね。はい、続きましてタミヤのペインティングブースなんですけども、こちらの方には中にフィルターが4枚も入ってるんですね。分解しようと思うとこれは結構大変で、ビスが合計で18箇所ビスがあるんですよ。なのでそれを全部取っていけばもう完全に分解することができます。でそういった意味ではファンの掃除もできるし、でこのホースも分解できるんですよ。さすがなんかその模型のタミヤというだけあって直すことができるとかメンテナンスすることができるので、僕は個人的に気に入ってるんですけど、ファンのそのコードがすごい長いんですよ。でコードがすごい長いので断線してしまったのをハンダで止めて直したとか、それぐらいこいつ使ってますので、この子はですね、だから思い出が深いんですよ。もう10年近く一緒にいるんで、そういった意味ではこの子は絶対に交換することはないなという感じで長く使えますね。さっきフィルターが4枚もあるって言ったんですけど、そのおかげで急激なその吸引力の低下っていうのを防げてるので、そのメンテのタイミングは月1ぐらいですかね、うちのお店でいうと。他の方でよく聞くのは100均素材でもう1枚フィルターをつけたりとか、そういったなんか工夫をして、さらにそのメンテナンスの期間をゆっくりに、してるとか、そういう工夫は聞いたことありますけど、大体うちでは月1ぐらいですかね。はい、レッドサイクロンなんですけども、こちらは全分解っていうのはちょっとできないんです。ファンの掃除まではなかなか難しい。多分このネジ外したらいけるんだろうなってあるんですけど、ちょっとやりにくいんですよ。フィルターの掃除はめちゃくちゃ簡単なんですよ。ここ今フィルターがもろに手前に出てるので、これを握ってパッと抜いて、もうこれで終わりですからで、掃除をして新聞紙にくるんではたくとかね。でそれでまたこうやって取り付ければいいので、こんな感じです。なんでフィルターが1枚しかない分、詰まりやすかったりはするんですけど、ちょっとなんか吸う力が弱まったなって思うたんびに、その場でパッと外してすぐに詰まりを解消させて戻すことができるっていうのはお手軽ですよね。メンテは多分この中で一番究極に楽といった感じです。フィルターの奥に、ファンがあるので、掃除しようと思ったら例えばエアダスターとか粉を飛ばしてあげるぐらいはできるのかなと思うんですけど、あんまり分解はしない方がいいのかなと、そんな、個人的な印象ですね。続いて、互換ブースのオプション部分でいくと、こんな感じでスイッチがあるんですけど、これスイッチを押すと LED がついてます。最近手元を明るくするっていうのは必須になってきてるのかなと思うので、やっぱこうやって LED がついてるのはすごいいいですよね。かなり明るいっす。はい、じゃあタミヤのペインティングブースなんですけど、こちらのオプションはですね特にございません。遊びに来てくれたお客さんは僕の思い出話っていうオプションをねついてきますから、LED とかついてないんですけど、タミヤさんの構造上なんかこうカスタム要素の面積がいっぱいあるので、ここに例えば LED テープ貼ったりとか、そういった感じでいろいろ改造してもらえたらと思います。はい、オプションは本当僕の思い出話ということで、はい、じゃあ次行きましょうか。最後、エアテックスのレッドサイクロンなんですけど、このレッドサイクロンが一番オプションが多いんですよ。つけたら LED つくんですねで LED が合計3箇所で LED やってるのでかなり明るいです。2点目はこの回転プレートと
あとはホースを外に出さなきゃいけないわけなんですけど、そのホースを外に出す時にこう扉でこうやって挟むような排気口のアタッチメントがついています。この回転プレート特訓めっちゃ良くない？何使うんですか？いやこれ俺一回も使ったことないんだけど購入の決め手は僕これなんですよ。ただ実際使ったことはないっていう、まあオプション一番多いんでね、そこは魅力ですよね。あと細かいとこなんですけど、互換ブースは持ち運びはできません。もうしっかり固定されてるんでね。でその点タミヤとエアテックスさんはここに取っ手があるのがお分かりのように畳んで蓋してっていう感じで持ち運びができるようになるんですね。模型教室なんかでは結構重宝してますね。あとアフターについてなんですけども、互換ブースさんはもうメーカー直接問い合わせになるので、その時の状況によってにはなると思うんですけど、本当問い合わせしてみてくださいって感じですね。だから主に問い合わせするといったら、このファンの部分だけになるのかなと思うんですけどね。あとフレームが折れるっていうこととか、そういうのあったらメーカーさん相談してもらったらいいと思うんですけど、このホースとかプラスチック段ボールに関してはホームセンターとか手に入るので、そこら辺で入手してもらえたらなと思いますね。はい。タミヤさんのブースはもうタミヤさんといえば扱ってない模型店はないので、本当にファン一つから買えますからね。だからもう買えない場所がないので悪くなったところを買い直すことができる。であとは注文は近くの模型店さんに行ってもらったら、でタミヤのカスタマーサービスに電話してもらったらとかで、本当に窓口が広いので何か困った時は、まず問題ないかなと。ここら辺ではやっぱさすがタミヤって感じですよね。エアテックスさんもメーカーさんできちんとそのアフターパーツっていうのを揃えているので、 LED とかホースとか、そういった部分は取り寄せて交換できるんですけど、一部まだまだ取り扱ってないお店さんもあったりするので、そこは近くの模型店さんにエアテックスの扱いありますかっていうので聞いてもらったら取り寄せはできると思います。はい、じゃあいろいろ特徴とかオプションとか話させてもらったんですけども、入手方法について最後ご紹介できたらと思うんですけど、互換ブースさんはネット限定です。ホームページに飛んでもらったら、購入することできるんですけど、なかなか品薄状態が続いていて、何月何日に朝10時から販売しますよっていう案内が来た時に結構数十分で売り切れるってことがあるので、入手方法でいうとかなり困難かなと思います。なかなかお客さんも今3回目ですって方もおられるので、本当にそういった意味では僕もたまたま手に入れられることができたなみたいな感じですね。はい、お値段なんですけども、これが26,400円です。ブースいろいろある中でいうと、そんな高くも安くもなくという、こんだけのパワー持ってて26,000円だったらいいかなっていう感じがしますけど、タミヤのペインティングブースなんですけど、こちらのタミヤさんなので、比較的入手は簡単な方なんですけど、今ちょっと手に入りにくいとかね、そういった事情はあるんですけど、やっぱり他の3つと比べると一番入手は楽なのかなと思いますね。お値段なんですけど、シングルとツインで違うんですけど、僕が持ってるツインファンは24,800円ですね。だから大体2万円台になっちゃうのかなと思います。最後エアテックスさんなんですけども、入手方法はさっきも言ったように取り扱いの店舗が増えてきてますので、比較的簡単な部類なのかなと思います。お値段がこの中で一番安くて18,500円で、あんだけオプションついてて18,500円なんで、僕は割とお客さんにブース何がいいですかって言われたら、音が気にならないんであればエアテックスさんのこのレッドサイクルを一番お店の接客では進めてるかなっていう感じですね。はい、大まかにですね工作室の塗装ブース説明したと思うんですけど、あとは設置についてメーカーさんからとか業者さん建築の工事してもらったんですよ。でそこで聞いた話とかをお伝えできたらなと思うんですけども、一旦ちょっと久しぶりにじゃん、ドックン懐かしくないですかこのボード。懐かしいですね。もうすっかり黒ずんできましたけど、地球道チャンネルといえばこのホワイトボードかっこお風呂の蓋、いいとしてここに図解してみたんですけども、これがブースですね。ファンの場所は各メーカーさんによって、上だったりとか横だったり後ろだったりとかってあると思うんですけども、注意事点が3つほどあるんですね。まずホースなんですけど、ここのカーブをふわっとしてほしいと。カーブはふわっとって書いてあるんですけどね。なんでかっていうと、あんまりに直角にすると空気が跳ね返ってブースに戻っていっちゃうんですね。なので、ファンの故障にもつながりますので、この空気の流れがきちんとなるようにふわっとカーブさせてください。他の工作スペースさんで見せてもらった時なんかは、ここでこう回転させてホースを
でぐるぐるにして渦巻くようにして外に出してたりとか、いろいろ工夫されているお店さんもあるぐらいなので、とにかく直角にならないように、そこだけ気をつけてもらったらと思います。次、出口のことなんですけども、この線壁ね、出口はファンより下に行くようにしてください。で、うちの工作スペースはもう工事してるんで配管がねしてあるので、上についてるように見えるんですけど、家で例えば扉で挟むっていう風に考えておられる方はファンより下にしてください。でこれ理由は単純で、ファンより上にあると例えば湿気とか雨とかでその水が流れ込んできちゃう時あるんですね、ファンに。そうすると故障につながりますので、水がファンに届かないようにする、外に出してるわけですからね、ホースを。なんで出口はファンより下にしてもらえたらと思います。ついつい換気扇って結構上にあるので、ホースも上かなっていうイメージの強い方おられると思うんですけど、実はファンより下にあるといいんですね。で外に出したホースで一番注意してほしいところはここなんですよ。下にダランと垂らしてほしいんですね。なんでかっていうと、シンナーって空気より重たいので、そのホースが出っ放しになってると外を歩いてる人の顔にね直接匂いが行くようなことがあったりすると、それこそ近所トラブルになったりしかねないので、下にダランと垂らしておくと、だから腰より下にしとくとあんまり匂いはいかないのかなと。なので注意事点はまとめると、カーブはふわっと、出口はファンより下、外に出したところはさらに下にダランと垂らしてあげて、腰より下に出口が行くようにしてあげると、あんまり匂いも迷惑かけないのかなと思います。注意事点これますね。他にも注意することがあって、うちのお店が最初それをやってしまってたんですけど、互換ブースの方が来られた時に「地球さんこれやっちゃってますよ」と言われたのが、塗装ブースを全部外で連結してパイプでやってたんですね。パワー差がメーカーを変えるとどうしてもあるので、そうすると強い方が弱い方に向かって空気が流れちゃうので、ブースから逆流して出てきてますよっていうことを言われまして、だからそれを阻止するなら、例えば一番右を使う時に残り2台も全部スイッチ入れなきゃいけなくなるんですよ。そうしないと残りのブースから逆流して出てきちゃうので、もしかしたら僕だけかもしれないけどね外でホースをまとめて一つにしちゃうとか、そういうのはもうやめた方がいいですよと。これは生きた経験ですね。はい、互換ブースさんを入れる時にもう全部外工事し直しましたから解消されております。あとですね、それこそ互換ブースさんが来られた時にいろいろお話伺う機会があって、なるほどなって思ったのが、塗装をしている最中に家にある換気扇を回しちゃいけないそうなんです。なんでかっていうと、塗装ブースで、塗料のミストとあと匂いですよね、あれを一緒に外に出してるんですけど、家にある換気扇ってどうしても強いじゃないですか。換気扇を一緒に回しちゃうと匂いはそっちの換気扇に持ってかれちゃうんですって。だから部屋がかえって臭くなっちゃうんですって。そういうのもあんまり知らなくて、換気をちゃんとした方がいいと思って扉開けたりとか、それこそ換気扇回したりとかして、その空気の流れをこの部屋の中で作ってたんですけど、かえって確かに言われてみたらそっちの方がなんか臭く感じることがあって、なので塗装ブース動かしてる時はあんまりその空気の流れをよそで作らずに、もうブースだけで塗料のミストと匂いも一緒に外に出しちゃうっていうのを心がけた方がいいっていうのはアドバイスで聞いて、これこしょこしょ話ですね。令和こしょこしょ話ですと。あとこしょこしょ話で言えばこれも実体験なんですけど、最初は塗装ブースを洗浄する時ってなんかすっごい気合い入れてたんですよ。中性洗剤とかでゴシゴシしてみたりとか、あとは水につけてみたりとかやったんですけど、タミヤさんのこのブースを見てもらったら分かるんですけど、全体的に灰色っぽくなってるんですね。これなんでかっていうと、水をつけたせいで粉が固まっちゃって、途中でだから洗い落とせなくなっちゃってて、どんどん黒いブースが灰色になっていく。あまり水洗いとか中性洗剤しない方がいいのかなと。だから最近はもう本当に粉だけマスクと手袋して新聞紙にくるんで、そこの新聞紙の上からバーッと叩いて、でも粉を払う程度にしてます。で全然それ困らないので、気合い入れて洗浄してた頃は何だったんだっていうね。もうなんかファンも根こそぎ洗ってたんで、ホースで水協力してブワーって水洗いしてたんで本当にそりゃ断線するわっていうね。なんで洗浄はほどでいいということで、そこだけぐらいですかね、僕の経験のお恥ずかしい話といいますか。店長外でホースまとめてとかね、水で洗ってんのとかね、やってました。これはしなくていいと。それぐらいですかね。そんな感じで、なんかメンテナンス簡単そうだなって思ってもらえたらね、すごい幸いかなと思います。
でですね、今回塗装ブース編ということで、お店にある自分が使ってみたものでしか喋れなかったんですけど、五感ブースと、タミヤのペインティングブースと、あとエアテックスのレッドサイクルのね、3つ紹介させてもらいました。どれもいいところとか悪いところとか、値段の部分だったりとかいろいろ特徴があるので、本当に家庭に合ったものを選んでもらえたらなと思いますし、でその数値からの強い弱いっていうのはやっぱり皆さん気になるところであると思うんですけど、何回も言いますけど、缶スプレーとかでいろいろやってみてて自分が困ったことがあまりないので、数に越したことはないんですけど、その分音が大きかったりとかそういったのがいろいろあるので、この動画がね参考になってもらえたらと思いますし、あとその質問とかこういうの導入してみようと思うんですけどとか言ってもらえたら、僕で分かる範囲だったらお答えしたいと思いますので、ぜひブースの方も質問とかしてもらえたらねいいと思います。最近ね作るとかいう話もねDIY 流行ってますからね、そこら辺逆に教えてもらえたら、地球道ブースはね響きはいいよね、響きはね、僕じゃ無理かもしれないけど空調だってホースまとめちゃうんだぜ俺そんな地球道ブースは誰も欲しくないというね、終わったがよろしいようで、いろいろコメントお待ちしてますので、また面白いと思った方は高評価、チャンネル登録と、いつものようにコメントをもらえたら、大変特訓と泣いて喜びますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。地球道ブースの未来は遠いと